ひどく不気味な光景に映りますか？科学の限界を超えて、ベース界への鉄槌。次第に心が揺れ、その歌声が高く響き渡るのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製メルセデス AMG GT3 を使用して、グッドスマイル、初音ミク AMG を製作しますよ。タミヤのカーモデルの中でも素晴らしい精度を誇ると言われているこのキット、何気に以前から作るのを楽しみにしておりました。新品購入できるのもありがたいですね。開封してすぐにわかる部品の多さ。そしてこのボディカウル。今までのカーモデルにはない質感が溢れ出ております。別次元の精度を感じることができますね。タイヤは隠れちゃうのでバリがあっても問題なし。クリアパーツは箱車では一般的な量でしょうか。今までのプラモデルとは製造方法が違うのでしょうか。室内のパーツでさえ品質の良さが目に飛び込んできます。均一に施工されたメッキパーツ、グリルの美しさからメルセデスの品格を感じます。ロールバーとカウルのダクト類。絶対にチリが合うという根拠のない確信をこの時点で感じます。よくこの精度のキットを量産したのだと、タミヤ様の無敵艦隊っぷりにひれ伏すのでございます。ランナーごと飾っておきたいくらいに芸術的。カットすることさえ恐れ多く思います。窓マスキングとメッシュが同封されていますね。純正デカールはこれだけ。このままだとあっという間に仕上がりそうですね。このマシンのいきさつを読みふけって。こちらが説明書。パーツの分割は細かく、塗り分けの概念を覆そうとするタミヤ様の意気込みを感じます。どうやらこのカラーリングのチームはないようですね。こちらが社外デカール。ホビーデザイン様のデカールを運よく購入できました。しかし定価から驚愕のお値段でございます。キットよりもはるかに高額なデカールを購入するべきか悩みましたが、一番好きな2016年モデルを再現できる唯一の機会。ミクさんのこの素敵な笑顔に溺れます。必ず仕上げて差し上げますよ。デカールのシートは4枚にわたり、これから始まる茨の道を想像すると、胸がゾクゾクして張り裂けそうになるのでございます。今までのレーシングカーにはないパステルカラーの連続。このセンスは二次創作の匠によるもの。デカールの説明書は素人お断り系。ベース色や貼る順番は自分で考えをのスタンス。いや顔でも気分が高揚しますね。こいつは一体何なんだ。プラモデルの域から逸脱した質感。格子窓から光が漏れるように綺麗なスリット。筋彫り不要なほどに深いディティール。サイドスカートは驚異の一体型。これで完成でもバレないですね。格好良すぎて恐縮でございます。ちっちゃと同様と思われるパーツ分割。この時点で不気味なほどにきらめいており、これから始まる苦痛の時間を和らいでくださります。
クリルの枠になるパーツ。折れそうなパーツでさえ繊細な製造。下地処理ですら驚きの連続。ダクト類をはめてしまえば空気さえ通さぬほどの密着感。これからのカーモデルはこうなるべきだと思い知らされます。歪みも皆無。塗装の厚みで塵が合わなくなる恐怖感すらございます。ただランナーからカットしてはめていくだけの作業。タミヤ様は恐ろしいキットを製造したのですね。まるでレゴを作っている感覚。プラモデルの敷居を低くした功績は絶大でございます。深夜の静寂。機能が霞むほどに長い時間。部品を鳴らす音と、家の木材が冷気できしむ音。すべてが私のもの。スケボーしの裏打ちはマスキング不要。アクリル塗料なので簡単に拭き取れます。このキットにはノルマがございまして、ミクの日という日本最大の記念日が3月9日。きっちり合わせて投稿するという悪巧みでございます。今のところ順調な作業が続いております。ベース色はアルティメットホワイト。特にこだわりはございません。綺麗に拭き拭き。そしてここからが本番でございます。今回の企画はこのデカールのため、作業時間のほとんどを費やすのは覚悟の上。ですが徹夜を繰り返し頭はフラフラ。なぜかクリアも吹かずに墨入れをする始末。綱渡りのような人生を歩み続けるのは危険が危ないのでございます。まあなんとかなるでしょう。手始めに窓枠から貼ってみましょう。ダクトの曲面にも貼ってみました。軟化剤だけでは太刀打ちできませんね。ドライヤーで加熱しながら貼っていきましょう。とてもメルヘンなダクトになりましたね。このデカールの癖を把握できました。低い水温でも台紙から剥がれ、分厚く丈夫なおかげで軟化剤にも負けず、ドライヤーの熱にも強いですが伸び率は少ないです。粘着力は低くデカールフィクサーが必須。
ロングデカール。しかもダクトやマフラーのスリットをまたぎ、フェンダーの曲面にも被る最悪のシチュエーション。デカールフィクサーをドボドボ塗って、密着面を乾かさないようにしないとちぎれてしまいますよ。常に送り出す右手を止めないように集中しながら、心臓がこんなにも早く動くのかと意識の片隅で感じます。微妙な位置合わせがまた困難。ここで合わせたら他がずれる。あっちで合わせて振り出しに戻る。苦行に立たされてもがいている様は本当に光悦でございます。ダクトには切り込みを入れて押し込みましょう。後でセミグロスブラックでタッチアップしますよ。何度も貼る順番を確認する時間が必要。絶対に塗装の方が楽な箇所。拷問に次ぐ拷問。ですが人間はよくできており、苦痛にも慣れてくるのでございます。フェンダー周辺は位置合わせがとても難しく、デザインも複雑なので何が正解かわからない状態。ピラーからルーフにかけて綺麗な模様。こんなギザギザを可愛らしく見せるセンスが素晴らしい。小さいシートですがやっと1枚終えました。リア周りも曲面の連続。ダクトの奥までデカールを滑り込めなくてはいけません。ここで一旦補修しておかないと、デカールの上にデカールを重ねる箇所が多くなりますよ。さあいよいよミクさんを貼ってみましょう。と思ったらここにもルーフに貼るデカールがありました。先ほど貼ったデカールよりも色が濃いですね。レースによって色が違うのでしょうか。今更どうにもできないのでございます。やっぱ濃い方がおしゃれな気がします。ダクトにもデカール、強烈な試練の連続。期限までに間に合うのでしょうか。右のダクトはカラフルでとてもお気に入り。麗しいほど軽快なセンス。自社の資料を確認しながらの制作なんて初めて。とにかくデザインが複雑なので、頭の思考回路が常に警告音を鳴らしています。ミクさんの影に当たる部分を貼ります。深いダクトにかかるので位置合わせもシビア。ダクトからドアにまたがるデカールを貼ります。泣いてうなるほどに終わらない作業。迫る期日。時計のチクタクにさえ苛立つ精神状態。刃物を持つには危険が過ぎますね。ですがもうすでに素敵ですよ。また無茶させやがって。だからこんなところに貼れねえんだってば。しかも最初に貼ったダクトの意味ないんじゃ。鬼畜な指示に思わず甲骨に溺れます。やれと言われたらやるのがモデラーの差が。
位置合わせにデカールを引きずり回す暴挙。暴力と快楽の境界線こそモデラーの現実。グッドスマイルレーシングでは個人スポンサー制度でいろいろなアイテムがいただけるようです。私も興味が出てきました。谷口選手と片岡選手。今ではすっかりミク3号のドライバーとして認知されましたね。昔はチンピラみたいな青年だったのに。2016年は成績こそ振るいませんでしたが一番好きなカラーリング。バンプレストは日本のゲームブランド。いよいよメインイベントですね。毎年キャラクターデザイナーが変わるグッドスマイルレーシング。2016年は米山舞さん。ソードアートオンラインの作画監督もされたそうです。かなりの時間を費やしました。お腹の部分がダクトにかかるので、慎重にカットしてドライヤーで伸ばす作業。ここで痛恨のミス。ラジエーターに続くダクトの一部を付け忘れていました。急いで接着してデカールをつなげないとね。ボンネットのミクさんよりもメインイベントがここでした。長い足に長い髪。美しいプロポーションの彼女を複雑な形状になじませます。ドアの下部からサイドスカートにかけて、ものすごい段差の棚があるので、位置合わせが壮絶でございます。軟化剤とデカールフィクサー、ピンセットと爪楊枝、そしてドライヤー。3人で作業したいくらいです。スリットの角に食い込ませるように貼ります。ひらめくスカートからまばゆい太ももにかけて、ここにもダクト。このキットにはとにかくダクト、すべてダクトへの処理がついて回ります。スカートの裾をめくり上げる謎の時間。実は貼る順番を間違えておりまして、先にミクさんを貼ってから左右のラインを貼るようです。まあこんなの誰も気がつかないので言いませんけど。足の先を貼ってさらに足長効果。目の錯覚みたいで楽しいデザインですね。プラモデルやおもちゃ関連のスポンサーが多いですね。マックスファクトリーはフィギュア関連メーカー。魅力的なフィギュアが多すぎて、
うっかりホームページを見に行けば破産へのるつぼ。そしてグッドスマイルカンパニー。大好きな血とセリウムのシリーズがございます。すべてはここから始まったプラチナム。儚く無機質。退廃的な美しさに離れられなくなります。このパッケージング。素敵です。狂気のユラニア。願望の奥深くに生きる少女。鳥かごに閉じ込める所業でございます。アルベラにエフェル。罪悪感の引力に引きずり込まれます。また新作も出たようで破産への道が見えてまいりました。これからも魅力的なキットを世に送り込んでください。そしてまた積みプラに溺れるのでございます。本来ここにはフォグランプがつくのですが、今回はボディ同色で塞いでしまいます。サクッと塗ってきました。2月27日の深夜、動画編集時間を考えると期限ギリギリ。車内なんて真っ黒に塗ってやろうかと思いましたが、実車は白で綺麗だったので仕方なく塗り分けました。シャシーや足回りはセミグロスブラック。下地処理でも少々焦るタイムリミット。ロールバーの一部とドアノブはグリーンに塗ります。以前ガンプラに使ったミクカラーを塗ってみます。おしゃれなカフェではなく、誰もいない公園で動画編集をしたくて SSD を追加導入。無駄にかっこよいパッケージ。2TB が8000円台で買える最高のタイミング。これで外付けハードディスクから解放されます。これからもパソコンさん頑張ってね。デカールも終わりかと思ったらウィングを忘れてました。この強烈なインパクト。平面に貼るデカールなんて久々。これは一体なんて書いてあるのでしょうか。軟化剤とデカールフィクサー、そして玉の手汗が染み込んだカウルを吹き上げます。安定の EX クリア、絶大な信頼でつながっております。そしてプロユースシンナー、カーモデルには相性が良いと感じます。
クリアが乾くまで写真を進めましょう。ホイールの軸キャップには切り込みを入れます。これによってはめるときに、硬くてぶっ壊すこともございません。パーツよりもカサカサの手が気になります。組み立ても順調そのもの。完璧に設計されたタミヤ様のメイキットでございます。老若男女問わず嫌いな人なんていないロールバー。リアの遮光バーだけがミクグリーン。おしゃれにも程がございます。まるでミニ四駆を作っている感覚。サクサクと組み上がります。クリアが乾きました。完成を急いだ結果がこれ。生乾きデカールの水分を閉じ込めたようですね。焦っても雑になるという教訓ですね。中研ぎついでに処理してしまいましょう。無様なプツプツは消え去りましたね。ほんのりをしてこのこぼれ落ちる美しさ。ウイングには気泡が入りましたが磨けば問題ございません。研ぎ出し中はアニメばかり見てました。転生した先で料理したり、転生した先で自販機になったり、最近の転生ブームも大変ですね。黙っていようと思ったのですが、久々にフェンダー付近の塗装を貫いてしまいました。数日経てば自分でもどこだかわからないくらいですけどね。1万番まで来ればよそ見しても大丈夫。
アニメでは転生した先で農業をしてました。セラミックコンパウンドもいよいよ残りわずか。貧乏症がもっとケチれと囁きます。極めて透明な水晶体のよう。放熱ダクトの取り付け。ウイングの組み立て。こいつ自立できるぞ。リミットまで残り1日。仕事サボって不眠でやっても間に合うわけがない。どうしてこうなった？AMG GT。あのロングノーズのエレガントなフォルム。いつか自車に乗れる日を信じています。ヘッドライトは色が入ります。クリアイエローなんて使った記憶がございません。こういうボンネットピンの別パーツなのはありがたいですね。カナードにはカーボンデカールがあったのですが、これじゃない感が強かったので貼りませんでした。メッシュはクリップで留めてカットしました。覗き込まないと見えないですが、せっかくなので貼ってみました。ドアノブには指示がなかったのですが、ミクさんのデカールを上に貼る鬼畜仕様だと思います。今更遅いのでどうにもなりません。良い子さで濡れました。これだけで随分表情が豊かになりますね。どうですかこの鋭き眼光。目の深度にときめきます。ここにもメッシュを貼りましたが、一気に完成度が上がった気がします。これはとても良い演出ですね。サイド出しのエキゾースト。ミクさんの歌声との相対をたしなみます。アドバンのタイヤマークは初めてかもしれません。マークソフターでしっかりとなじませます。
横浜のマークもかっこよいですね。艶のある漆黒のホイールがとても似合ってます。タイムリミットです。キットも完成せず、動画編集もまだ。これはなかなか悲惨な状況でございます。窓用マスキングのおかげで楽できました。フロントガラスもカチッと仕上がりましたね。カウルトップパネルが別パーツなんて斬新ですね。日本は何度でも復興します。終わりの見えない洗練された長い制作時間。見果てぬ遥かな宇宙空間を漂う深夜の静寂。まるで星から星へと旅する青函飛行。地点は遥か後方。終点は霞むほど遥か先に感じていましたが、ようやく這いずり回った回がございました。グッドスマイルレーシング、メルセデス AMG GT3。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。